はい、XO の解説第3弾となります。今回ですね、各サウンドを非常に柔軟にコントロールできるエディットタブのこの左部分のセクションについて解説していきます。まず各キットごとにこちらボリュームをコントロールできることと左右のパンを調整できるという部分は前回まで解説しました。次にこの部分、エンベロップセクション、サウンドのキャラクターを決めるために非常に重要です。まず各キットですね、この波形部分クリックしますと、現在使用されているサンプルの波形を見ることができます。これを表示して解説します。T はトランジェント、アタック感になります。上げていきますとアタックが強く、逆に下げますとアタックが弱く柔らかい印象になります。例えばですね、楽曲の中でちょっとサウンドに抜けが欲しいといった時に上げていきますと、このように効果的に調整ができます。上げすぎるとピークが強調されすぎて、後のミキシング作業難しくなりますので、オケと合わせながら最適な値を探してみてください。そして H、ホールドを表しています。ミリセカンドで表示されていまして、マックスで1000、1秒間になりますね。サンプルの下にもですね、時間が表示されていまして、約350ミリセカンド。そのため、ホールドが1000の場合は、サンプルすべてが再生されます。例えばこれを約100にしますと、この部分まで再生されますという感じですね。サウンドが分かりやすいように後に説明するディケイ、こちら0にしておきます。はい、キックのサウンド短くタイトになりました。ソロで聴いていただくと、ちょっとブツブツ切れた感じになりますね。この余韻感を調整するのがディケイになります。ホールドの値からどのぐらいの余韻を残してフェードアウトしていくか。例えばこれを 30% にしたとします。このように自然な余韻を演出できます。逆にですね、これをマックスにすると、余韻部分長く取られすぎて、ホールドの意味がなくなってしまうというか、そのためサウンドを聞きながら、どのぐらいタイトにしたいかというのを調整できる。このコントロールによってビートのノリ全然変わってきますので、好きな音色を決めた後はこのあたりをしっかり詰めるといったところがクオリティアップの秘訣になるかなというふうに思います。そして各キットのピッチ、これも調整可能です。例えば冒頭に、このような SE を入れていたとします。一度全体で聞いてみます。もっと最適なピッチありそうですので、これを調整してみましょう。半音であるセミトーンの10分の1単位で調整ができます。例えばここをマイナー4とします。これで聞いてみると、このような形で楽曲に合わせられるほか、ベースとキックですね。上げてみたり、逆に下げてみたり。こんな感じで微調整が行えます。トーンカットからはサウンドの周波数をコントロールできます。中央で効果なし。上げていきますと、このように広域が強く低域がカット。逆の特性として下げていくと、低域がブーストされて広域のカットと。このあたりで良さそうなところを調整していきます。次にハイハットのサウンドでカットを見ていきます。この2つのアイコンでカットする範囲を指定していきます。すべて埋まっているときはカットなし。左からはローカット、サウンドが軽くなります。逆に右はハイカット、サウンドの角を落として楽曲に馴染みやすくします。このようにサウンドの特性を素早く調整できます。そしてベロシティセクション、ここもかなり便利です。例えばこのスネアのパターン、かなり強めにベロシティの変化加えています。ベロシティ値を中央にしておきます。こんな感じです。この際ですね、ちょっとベロシティの効きが強すぎる。逆に抑揚が足りないといった時ですね。ここで設定したベロシティがサウンドのボリュームにどのぐらいの変化を与えるかという感度を決めます。中央の 100% で現在設定したベロシティがそのまま反映されます。逆に値を下げていくと、こんな感じでベロシティの影響を受けなくなって常にですね、同じサウンドになります。値を高めていきますと、ベロシティで感度が高くなって、よりですね、強弱、差が激しくなると。例えば音数があまり多くないトラックはこのようにベロシティ調整すればいいんですけども、音数が多いという場合はまとめて変更ができますので、作業時間の節約にもなるかと思います。そしてこの矢印、これはリバースですね。一度スネア、
このサウンドで試してみましょうか。で、これにリバース入れます。通常がこのサウンド。そして逆再生を入れたものが、このような形。シンバルなんかでも対応されますね。この際、サンプルを逆から再生することになりますので、空白があるとリバースのサウンドが聞こえてくるまでにタイムラグが出てきます。このエディットからどこを使うのかというのを指定しておきますと、再生タイミングコントロールできます。そしてこの SE、これ発音からですね、ラグがあるような気がします。そういった時中見てみますと、ここに空白がありますので、その分発音が遅れています。これも同じような要領で調整してみましょうか。もう少し拡大したいといった時は、ここですね。この下部分からズームを調整できますので、こんな感じでドラッグして、そしてこの部分に設定。フェードインとフェードアウト用意されていますので、入り際が自然になるようにフェードインを入れます。これで全体で聞いた時も、バッチリですね。といった形で XO エディット編の解説進めてきました。次回はエフェクト、そしてパラアウトや書き出しの設定ですね。このあたりを詳しく見ていきます。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。